もやしでいろいろ作りました。まずこれ、ちょっと前に動画にした豆腐焼きのもやしバージョン&絹ごしバージョンです。絹ごしなんで、あれで作ったものよりは水分量多めのもっちり感強めになります。冷めるとちょっと生地落ち着いて、またこれはこれで美味しいです。天津もやし、香りとかに癖のあるあんとかがそんなすごい好きってわけじゃないので、今回もシンプルにポン酢です。卵ふわふわで美味しい。めっちゃ簡単だし、こう一緒に卵とかと食べるとポン酢っぽさ全然なくて、でもあんだけで食べるとポン酢だなっていう、そういう感じ。もやしシュウマイで、もやしシュウマイっていうとよくあるのはもやしを皮の代わりにしてシュウマイにするっていうのがよくあるんですけど、皮は普通に皮使って中の玉ねぎの代わりにもやしを使ってみましてる見てます。もやしがシャキシャキジューシーです。下味はそんなに濃くしてないんで、もし醤油かけて食べたりとかでちょうどいいかも。僕がシュウマイ作る時はもうちょっと味濃くして玉ねぎとか入るんでちょっと甘めになるんですけど、今回そういう感じではなく結構シンプルというか、ちょっと味気ないっちゃ味気ないけどシンプルな感じです。春雨の代わりにもやしを使った中華サラダ、これなんか前にも動画にしたような気がなんか直前になってしてきたんですけど、まあいいでしょう。でこっちはシュウマイとは違って味濃いめになってます。なので、副菜として食べるのであれば、調味料3分の2ぐらいとかにして作るのがいいと思いますね。こうやってまとめて作る時には僕はよくやるんですけど、例えばグリンピース、片栗粉、あとは鶏ガラスープにしたりとか、ごま油だったりとか、結構似たような材料でできるようにはなってるんで、例えばこっちの天津もやしみたいなやつは一応グリンピーストッピングにしましたけど、ネギでもいいかなと思ってて、なのでこっちネギ入れてるんですよね。今回はネギとネギみたいな、なんかこう新しく特別なものを買うっていうよりは、家にある調味料でできたらいいかなということで、例えばオイスターソース使わなかったりとか、なんかそんな感じで味付けは似ているというか統一感のある感じにはしました。安いもやしレシピでした。特にシュウマイの皮はワンタンの皮でもいいし餃子でもいいし、シュウマイの皮の方が餃子よりは安いんで、包むのも楽なんで、僕は自作で餃子を作るよりもシュウマイ作る方が多いですね。そんな感じでした。では。